この動画は JLC-PCB の提供でお送りします。こんにちは。今日は技術的にかなり尖ったスマホを入手したので分解レビューしていきます。こちらの REDMAGIC 11 Pro です。本体をよく見てみると何か動いているのがわかりますでしょうか。実はこちらのスマートフォン水冷式なんです。これまで市場で入手できるスマートフォンは基本的に自然空冷式であったんですけども、市販モデルとして水冷システムを市場投入したのはこれが世界初となっている前代未聞のスマホです。これほど挑戦的なデバイスを分解しないわけにはいきませんね。実は今回REDMAGICから直接このスマホに使われる技術を一見に見てほしいと分解のオファーをいただきました。今日はこれを分解していって一体内部はどのような構造をしているのかというのを確認していきます。その前に今日のスポンサーの紹介です。どうぞ。プリント基板を安く作るのなら JLC-PCB がおすすめです。最近特に多層基板の製造を頑張っていて、皆さんにもぜひ6層基板を使ってほしいとのことです。中国で非常に大規模で作っているので価格はかなり安いです。6層 100×100mm 基板で5枚35ドル。高密度設計で必須となるパッドオンビアが最近無料で使えるようになりました。6層基板用のクーポンも配布しているので皆さんもぜひ色々と試してみてください。まずは外観から確認していきます。こちらはくくりとしてはゲーミングスマートフォンです。見た目的にもいかにもゲーミングスマホといった感じです。外から見える冷却機構は2つあります。強制空冷ファンと液体冷却機構です。強制空冷についてはこちらに吸気口、そして反対側に排気口があります。この部分が空気の流路になっています。右側から入ってきて左側に抜けるといった構成です。そして左側の出口付近には白っこファンが見えます。排気口に物を近づけてみるとこういう風に風が勢いよく吹き出しているというのがわかるかと思います。ただ空気の流量としてはそこまで多くはないですね。そよ風レベルです。ファンの音は静かな環境で使っていると意外と気になります。ちなみにファンについては手動でオンオフを切り替えられるほか、充電中にファンを動作するかも選べるようになっています。あとは強弱も選べますね。先ほど聞いていたファンの音は強モードの時の音です。次はこちらの液体冷却機構です。液体がぐるぐると動いているのがわかりますでしょうか。白い気泡のようなものが動いているので、どれくらいの流速で動いているかというのがよくわかるかと思います。外から見るに発熱が多い部分に流路が設けられていて、それを発熱が低い部分に流していって熱を分散させる。それから強制風冷のところにこの液体をですね、通して熱を分散させるような設計にも見えます。この部分については後で実際に分解して確かめます。ちなみにこちらの液体冷却機構についても液体循環のオンオフと流量の強弱が選べるようになっています。ちなみにREDMAGIC 11 Pro には他の色のモデルもあります。黒色のものについては外から水冷部分は見えないようになっていますが、他の色と同じ冷却機構が入っています。このスマホのその他の特徴として有線イヤホン用のジャック。これ最近のスマホですと珍しいですね。2枚用の SIM カードトレイ、フェリカチップ搭載とお財布携帯に対応しています。ここからは実際に分解していきます。まずこちらに貼り付けてあった背面のカバーについては結構簡単に取り外せました。さらに剥がしていきます。ここもね、剥がれますね。こんな感じで液体の流路が見えました。一応左下がポンプになっているようで、指でこういう風にポンプの部分を押すと液体が進んでいく様子がわかります。ポンプはピエゾ素子を使ったマイクロポンプです。動作中は耳を近づけると音は聞こえていますが、離れていれば聞こえないので気にはなりません。実際耳を近づけるとこのような音がします。液体の流れていく方向ですが、ここがポンプの出口で一周ぐるーっと回っていって、そしてまたポンプの入り口に戻っていくという風な流路になっています。さらに分解していきます。
ここにポンプ給電用のコネクターがあります。こちらの水冷機構を取り外したいんですけど、このままですとこの部分にいろいろくっついていてまだ取り外せないので、まずは他の部分を先に分解していきます。こちらの上のカバーを取ってしまいましょう。これはカメラとか SOC 類のカバーですね。カメラの部分はこのようにアルミ削り出しの素材でできていて、こういう風に取り外せます。こちらは金属と樹脂をですね、貼り合わせたようなものですかね。こちらのカバー部分だけ金属でできています。次はこちら。これはカメラの LED モジュールですね。ライトについては割と大きめの LED が4灯付けられています。その真ん中にあるの、これは何でしょう、明るさセンサーですかね。こちらのカメラモジュールのカバーを見てみると、この中心部にあるセンサーを覆うようにして取り付けられます。センサーを覆う部分については段々がついているので、なんだかフレネルレンズっぽい構造にはなっています。LED モジュールのすぐ横に金属のカバーで覆われている部品があります。これをですね、横から見てみると、このようにメムスマイクが隠れています。ついでにカメラ周りも紹介します。カメラは全部で3つついています。一番大きいメインカメラについては、このように手ブレ補正機構が搭載されています。ただこちらのスマホ、ゲーミング性能に全振りしているため、カメラの性能はめちゃくちゃ高いっていうわけではなくて、そこそこのカメラを搭載しています。そして次はこちら。これは有線イヤホンの差し込み口のモジュールですね。次はこちらの銀色のカバーも取り外してしまいましょう。なんか全部取り外せてしまうみたいですね。こんな感じです。冷却モジュールはこんな感じで強制風冷モジュールと液冷機構がくっついたような形となっています。こちらの液冷モジュールの裏側を見てみると、このように熱伝導率が非常に高いグラファイトシートが貼られていました。これも剥がしてしまいましょう。そして真ん中のこちらはワイヤレス給電モジュールです。こんな感じで水冷モジュールは取り外せました。こちらの液冷モジュールの裏側にはマイクロポンプがあります。先ほどもお見せしましたが、こういう風に押すと中の流体が流れていく様子がわかるかと思います。流路の中にですね、白いものが混ざっているんですけど、これはですね、流れがわかりやすいようにオイルとか入れてんのかなとか思ったんですけども、よく見てみると気泡のようです。こちらの水冷システムの冷却についてもう少し詳しく見ていきます。こちらを分解する前は発熱している部分の熱を液体に移して、それをポンプで循環して強制空冷の空気で冷やすみたいなことを想像していたのですが、どうやら違ったようです。水冷と空冷の部分は位置的には近いものの、物理的な接触というのはほとんどなくて、液体に移した熱を空冷で逃がすみたいなことはやっていないようです。こちらの水冷機構の下側を見てみるとバッテリーがあるので、この水冷機構はバッテリーのためにあるようです。ただバッテリーの熱を液体に乗せて逃がす場合は、この液体の熱をさらにどこかで逃がす必要があります。ただこの配置だと液体の熱をここからさらにどこかへ逃がすというのは難しいよなと思います。熱を逃がす先がないということですね。熱の移動については水冷機構の裏側に貼り付けられているグラファイトシートでもできるので、水冷機構についてはお飾り要素が強く、放熱にはあまり寄与していないようにも見えます。ただバッテリー部分の温度の均一化には寄与していますね。つまりどういうことかというと、この辺りで発生した熱を液体とあとはグラファイトシートを使って効率よく空冷機構に近い部分に移してやるということです。空冷機構は本体も冷却していますので、それで積極的に熱を逃がしていくということでしょう。なんですけども、温度の均一化についてはこのやり方ですとグラファイトシートの方がコスト的にも性能的にも勝っているような気がしますね。水冷の有無による冷却の効果を確認するためにベンチマーク動作中の温度測定も行いました。充電は 100% で USB ケーブルを接続している常時給電の状態です。今回は3パターンの温度測定を行いました。ファンなし、水冷なし、ファンあり、水冷なし、ファンあり、水冷ありの3つです。まずはベンチマークの結果ですが、どのベンチマークも最初の4周までは順調に動いています。それ以降は第1段階のサーマルスロットリングが動作します。これは温度測定の結果にも現れています。どの状態でもベンチマーク開始直後は温度は急上昇していますが、4分あたりで温度上昇は緩やかになります。これは第1段階のサーマルスロットリングのせいです。そしてその後も穏やかに温度上昇していきます。ある程度温度上昇が止まって温度は平行しますが、これは第2段階のサーマルスロットリングです。
空冷ファンが動いている状態で水冷の有無による温度の結果を比較します。第1段階のサーマルスロットリングはそこまで大きな変化はありませんが、それ以降はなぜか水冷ありの方が温度上昇は大きくなっています。何回か実験しましたが、全てこの傾向でした。また水冷ありのものは温度上昇ペースが速すぎて端末の電源が落ちてしまいました。ここから話すことは憶測の域を抜けていませんが、水冷が動作している場合は SOC などの動作プロファイルがよりハイパフォーマンスになるが、水冷による冷却のインパクトはそこまで大きくなく、また空冷の動作は変わっていないため、このような温度上昇になったと考察しています。違いがあまりわからなかったので CPU と GPU の動作プロファイルを固定して改めて温度測定を行いました。こちらのグラフです。温度が上がりきった定常状態から実験をスタートしています。先ほどの結果の縦軸とは温度のレンジが違うので注意してみてください。測定開始から10分時点までは冷却ファンと水冷は動作しています。10分後から水冷をオフにしています。どうでしょうか？ほとんど違いはわからないんですけども、若干水冷オフの時の方が温度が上がっているような気がします。やはり分解時に話した通り、この水冷方式は水を冷やして熱交換するものではなくて、熱の移動や温度の均一化を主目的に置いているからかと思います。一定の効果は発揮するけども、空冷ほどの冷却の効果はないということです。次は冷却の主役であるこちら、空冷機構を見ていきます。空冷機構はこのように取り外せるようになっています。こちらが空冷機構です。この空冷機構がどの部分の熱を逃がしているかというと、この熱伝導グリスが塗ってある部分です。こちらの銅箔を貼ってある部分と、あとは筐体部分の熱を逃がしていますね。この銅箔が貼ってある部分はメインのプロセッサーであったり SOC などが入っている部分です。このモジュールの中にですね、空気が通っていくわけなんですけども、空気が通る部分は結構薄いですね。空気の流れとしては画面右側から吸気して左側から排気です。先に SOC を冷やしてその後に本体も冷やすというようになっています。こちらの冷却モジュールの方を見てみると、熱伝導グリスが塗られている部分は熱をよく伝えるために金属むき出しとなっています。これはグリス拭いたところです。表面も少し粗めですね。空冷モジュールを分解しました。本体から見える部分についてはカバーとなっていました。このように空気の通り道が見えますね。こちら横から見るとこのようになっていて、こちらの深くなっている部分に冷却ファンが入っています。こちらの空気の通り道となっている部分の深さは 1.7 ミリでした。空気の通り道については冷却フィンなどは立っておらず単純な流路となっています。冷却フィンをたくさん立ててしまうと圧力損失が大きくなってしまい、冷却ファンのスペック的に十分な流量を確保するのが難しくなってしまう可能性がありますね。ファンの部分も分解して確認します。一応ですね、このスマホ防水となっています。スマホを水の中に沈めると、当然こちらの吸気口からも水が入ってきてですね、このファンの周りも水浸しになります。ただ、吸排気口以外からは水が漏れ出ないようになっています。こちらのファンの部分をよく見てみると、給電のフラットケーブルを通す穴の部分についてはシリコンコーキング剤で固められていて、水が空気の流路以外には入らず、スマホ内部に水は入っていかないようになっています。こちらのファンは 24000rpm のものです。ファンを大きくするよりかは回転数を上げて流量を稼いでいくスタイルですね。製造はデルタ電子です。こちらの基板は思いっきり水に触れるわけなんですけども、表面には防水コーティングがしてあります。コイル部分もむき出しに見えるんですけども、こちらも防水コーティング処理がされています。こちらの吸気口と排気口の部分を見てみると、スマホ内部に水が入っていかないようゴムパッキンがあります。そしてさらに吸気口の部分については、ゴミ侵入防止のためにメッシュフィルターがありました。ただこのメッシュフィルターですね、結構目が細かいので、ホコリとかで目詰まりしてしまいそうな感じはしますね。しかもそのホコリを取り除く手段がないので、なかなか厳しそうです。一応スマホ自体は防水ですので、こちらの排気口から空気や水を流し込んでメッシュフィルターを掃除することもできますけども、推奨はしません。バッテリーも取り外していきます。無水エタノールで粘着を弱くしていくだけです。Apple みたいに電圧を加えると剥がれるシールみたいのがあると便利なんですけども、こちらは採用していないようです。
はい、外れました。取り外した電池を見ていきます。実はこちらのスマホ、大容量電池を搭載しています。容量は 7500mAh、28.43Wh です。実際商品ページを見ても、電池の持ちや長時間給電なしでゲームが動くことをアピールしています。電池メーカーは NVT です。温度センサーが端っこに取り付けられているので、温度管理もしっかりとしているようですね。電池を取り外した下側を見てみると、上側のモジュール基板と下側のモジュール基板をつなぐためのフラットケーブルが隠れています。下側のモジュールについてまず先に見ていきます。まずはこちら。これはスピーカーユニットですね。このように本体部分にもスピーカーの穴があります。フラットケーブルも取り外します。二重になってるんですね。こちらも外しましょう。フラットケーブルの裏側を見てみると EMC シールドのためか金属メッシュ張りとなっています。フラットケーブルの下にあるこちらの金色のシートなんですけども、これはベイパーチャンバーです。後で分解して内部構造も見てみます。下側のモジュールをさらに外していきます。はい、外れました。こちらの取り外した基板については基本的に USB-C であったり SIM カード、そういった機能がついているものとなっています。金属シールドで覆われている部分がありますが IC 類であったりそういったものが入っているところかと思います。そして次、この USB の真下に隠れているこの部品です。こちらは振動を作るためのリニアモーターです。中身を開けてみるとこのようにしっかりとリニアモーターしています。次はメイン基板を取り外していきます。取れました。こちらのメイン基板の裏側を見てみると、このように熱伝導グリスが塗られています。熱伝導グリスの塗り方やディスプレイ側にあるベイパーチャンバーへの接触を考えるに、こちらの部分が一番発熱の多いところかと推測しています。こちらのベイパーチャンバーの表面を見てみると何やら金属片のようなものがあります。公式の表現を引用するとこれは複合液体金属 3.0 に相当する部品です。取り外して詳しく見てみると確かに表面は液体金属っぽい感じがします。ただソニー PS5 のように液体金属がひたひたにあるといった感じではないです。レッドマジックによると液体金属を独自のサンドイッチ構造にすることで SOC 発熱時に表面だけ溶けて密着して温度をよく伝えるそうです。ヒートガンで加熱してみます。なんか液体金属っぽい感じがよくわかるんじゃないですかね。こうすると温度が高くなるとこの液体金属の感じがよくわかるかと思います。基板のシールドに貼られている銅箔も剥がしてしまいます。熱伝導グリスが結構入ってますね。銅箔を剥がしました。こちらにマイクロンのラムが載っていますね。その下に緑色の基板があるんですけども、この上に SOC が載っています。ラムと SOC をこのように2階建てにすることによって配線経路を最短にしてパフォーマンスを上げていく、そういったものです。最近のスマートフォンですと SOC とラムの位置関係はだいたいこれです。基板反対側の空冷ヒートシンクが当たっていた部分の銅箔も剥がします。こちらもですね、このように熱伝導系の材料が充填されていました。これはどちらかというと熱伝導シートに近いものです。これは電源系の回路です。より ESL を減らせる3端子 MLCC が多用されています。ここまで見てきた冷却機構や発熱源の位置関係について改めて整理します。まずはスマホ本体にベーパーチャンバーがあります。ここに熱伝導グリスや複合液体金属 3.0 が乗っかっています。メイン基板の一番の発熱源は SOC とラムです。これがこのように重なっていきます。SOC とラムの熱は複合金属 3.0 を伝ってベイパーチャンバーに流れています。今メイン基板に見えているこちらは電源回路です。この電源回路で出た熱、そしてこの裏面にちょうど SOC があるわけですけども、その熱もやはりこちらの面に伝わってきています。その熱をどうやって逃がすかというと、このように空冷気孔が重なって、ここから空気が入ってきます。そうするとここにある熱が効果的に冷やされるという風になるわけです。ですので電源回路 SOC、ラムの熱はどうなるかというと、空冷で積極的に冷却、そしてベイパーチャンバーに熱を逃がして、そちらでも積極的に放熱していく、そんなイメージです。本体部分をさらに見ていきます。メイン基板で隠れていてわからないんですけども、ここに部品があります。これはスピーカーです。結構大きめですよね。
この部分にスピーカーを入れるためにメイン基板のちょうどこの部分へこんでいるのが分かりますでしょうか。正面から見てみるとよくわかるんですが、この部分実は2階建てとなっています。この部分にどうしてもスピーカーを入れるために基板も2階建てとなっているんですね。2階建てとなっている部分にも回路はありまして、基板面積を有効活用しています。最後、本体側、ディスプレイを外しました。ディスプレイは全面銅箔張りとなっています。この部分に指紋センサーもありますね。液晶のこの部分、これインカメラの穴なんですけど、実はこの部分も液晶になっていて、しっかりと映像は映ります。次は本体側です。こちらに黒いシートが貼ってありますが、これはグラファイトシートです。ほぼ全面に貼ってありますね。そしてその下にあるベイパーチャンバーも剥がして確認します。ベイパーチャンバーもめちゃくちゃでかいですね。断面を見てみます。中身見てみるとこのようになっています。液体の成分が残っているのが見えますね。この液体が蒸発して気体になったり、また液体になったりというのを繰り返して熱が移動していきます。今メッシュを確認しているんですけども、メッシュは2枚構成になっていますね。こんな感じです。網目の構造をマイクロスコープを使って確認しました。左が小さい方のメッシュ、右側が大きい方のメッシュです。ほとんど違いはないように見えるのですが、小さい方のメッシュは網目が粗く線は太く、大きいメッシュは網目が細かく線は細いです。中央付近に配置されている太く粗いメッシュは液体を素早く運びます。全体に敷かれている細く細かいメッシュは液体をしっかりと引き寄せるような役割があるので、それぞれのメッシュの特徴をいいとこ取りするような構造となっています。はい。というわけで今日は REDMAGIC 11 Pro を分解レビューしてきました。見てきた通り水冷技術と空冷技術を活用してスマホで発生した熱を効率よく外部に逃がしているということが分かりました。ベンチマークでの温度測定は条件を合わせるのが難しくて途中で断念しましたが、水冷については一定の効果は見込めるものの、空冷気候ほど冷却に対して大きなインパクトはなさそうだとしています。水冷については放熱というよりかは本体内部での熱の移動や温度の均一化を主目的に置いていると考察しています。というわけでこの動画が役に立ちましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。もし何か気になることがあればぜひコメントも残してみてください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すればその後は再生され続けて動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。